皆さんごきげんよう、上川薫です。3月28日にミャンマーで大きな地震が発生しました。そのため、ミャンマー政府は数千人レベルでの死傷者が出ていることを発表しています。この地震に際しては、隣国タイ・バンコクの高層ビル崩壊といったものがかなり衝撃的な映像として伝えられています。大きな地震が起きたのだから、ビルが崩れるぐらいあるだろうと思われるかもしれません。しかし、タイにおいては中国企業が施工していたこのビル、どうも建築基準に満たさない低品質の鉄筋が大量に使われていたのではないかとして関係者の逮捕へと話は発展しています。今回は中国企業の手掛けたビル建設、どうも人災によって多くの人々が亡くなった可能性があることを取り上げようと思います。それでは問題のビルの崩壊の様子を見ておきましょう。ビルは建設途中でした。中には70人以上の作業員がおり、この作業員もろとも完全にビルは崩壊しました。そして、タイ当局は、このビル建築にあたって問題があったのではないかと捜査を開始しています。産経新聞、タイのビル倒壊、低品質の違法鉄筋使用疑いで当局が調査開始、中国企業が施工を請け負い、ミャンマー中部を震源とする地震で倒壊した隣国タイの首都バンコクの建設中ビルをめぐり、法定基準を満たさない低品質の鉄筋が使われていた疑いがあるとして、タイ当局が調査を開始した。倒壊したビルは高さ約30階で中国国有のゼレンコンが施工を請け負い、完成が近づいていた。ビルは28日の地震発生直後、建物全体が一気に垂直に崩落した。タイ当局は建物の基礎部分や柱、梁に使用された鉄筋が原因となった可能性があるとみて品質を調べる。タイ警察は30日、倒壊現場近くの臨時事務所から書類を持ち出した疑いで、複数の中国人男性を拘束し、所持していた書類を押収した。ビル建設に関する情報を隠そうとした可能性があると見ている。ビルは高さ137メートル、33階建ての政府系庁舎として建設されていました。施工には中国の中鉄10局という中国国営の建設会社の手で建設は進められていました。この中鉄10局というところは建設の様子についてもこれまでは動画を公開していました。自分たちが建設をうまく進めていると成果を誇っていたのです。しかし、ビルの崩壊以後においては、こうした関連の動画などについては全て削除し、鳴りを潜めています。震源であるミャンマーでは、数千人レベルでの死傷者が出ていることから、被害は非常に大きいものとなっています。天災である以上、こうした不幸な出来事が起こってしまうのはなかなか避けることができません。しかし、このタイ・バンコクで起きたビルの崩壊に関しては、天災がきっかけではあるものの、直接的には人災の可能性が指摘されています。なお、震源地とこのバンコクとの間の距離は1000キロ。直下型地震ではないにもかかわらず、こうしたビルの倒壊といったものが起こるのは、やはり不可解なものです。現地映像を見る限りにおいては、多くの建物が揺れが激しかった様子も分かっており、これには離れた場所であってもかなり建物を揺さぶる長周期振動といったものが関係していると言われています。これは東日本大震災における震源が東北であっても東京の高層ビルなどがかなりゆらりゆらりと揺さぶられたような現象も発生しました。そのようなことがタイ・バンコクでも発生したものとみられます。しかし、当局はそれにしてはおかしいとして今回捜査に踏み切っています。まず最初に疑われているのが、そもそもの設計段階において何かがおかしかったのではないか。そして実際に施工段階においても手抜きが行われていたのではないかとして鉄筋の性能が調べられています。しかし、もう一つのポイントとしては、そもそも建てるだけの技術があったのかどうかすらも疑われています。この背景について一つ解説しておきましょう。それは中国における不動産不況が影響している可能性があります。中国の大手開発会社などが非常に大きな負債を抱えていることはこれまでも何度となく解説してきました。それに伴って中国政府は様々なテこ入れを行っています。完全な生産を行うのではなく、どちらかというとずるずると生き延びさせるようなことを行っていて、そのために中国の不動産業界においては必ずしも再生の段階にはありません。未完成だったものは何としてでも完成させろという具合にして大量の不良在庫といったものが市場にはまだまだ溢れています。一方で、そんな状態の中国国内から稼ぐ場所として海外に目を向けた企業も出てきます。
その会社の一つが今回の施工会社でした。政府系庁舎を建てるにあたって受注した企業はこの中国系の会社一社ではなく他の会社との合弁だったようです。ただ施工に関しては中国側の企業が全面的に請け負ったようです。そしてここに一つ問題があります。映像の中ではちょっと触れられてはいませんが、この33階建てのビル、どうも鉄筋だけを使ったような形で建てようとしていたようです。高層建築の場合だと十分な強度を得ようと思えば H 型鋼といって鉄骨を使うことも非常に多くあります。しかし鉄骨と鉄筋、H 型鋼を使うのとただの鉄筋を使うのでは、もちろん安く済ませようと思えば鉄筋の方がより安く済ませることができるでしょう。日本のように地震が多発しているわけではないため、強度をある程度低く抑えたとしてもなんとかなると考えた可能性があります。そして設計段階においてある程度の基準を下げれば、問題なのは現場の施工レベルにおいて生コンを施工するときになるべくやりやすいようにと水をジャバジャバと入れてしまったり、もしくは全く関係のないゴミなどを混ぜ込んで強度全体を下げてしまう、いわゆる中身スカスカのおからのようなものを壁や柱にしてしまうといった問題などがこれまで中国の問題建築として指摘されていました。今回もその例にもしかしたら当てはまるかもしれません。そしてこのような疑惑を持たせるようなことをしてしまっているのは、先ほど述べたように中国国内の不動産不況といったものを背景として海外に出ざるを得なかった中国の企業がここタイ・バンコクでの初めての受注でうまくやろうとして、しかもそれでなんとか利益を大幅に積み増そうとして安い資材に切り替えていたのではないか、もしくは施工をどんどんと早く進めるために手抜きをしていたのではないかと、様々なことを思い浮かべるようなことになっているわけです。タイ当局は現在のところ鉄筋の品質そのものについてまずは調べてみようという話をしているわけですが、関係資料を持ち出している従業員に対しても事情聴取を進めているなど、設計段階での問題点もこれから明るみに出るかもしれません。もしもそのようなことがあれば、ミャンマー地震という天災ではなく人災によって多くの作業員が亡くなったかもしれません。天災そのものによる犠牲といったものはなかなかゼロにすることはできません。しかし人災による被害であれば安全基準をしっかりと守って施工していれば多くの作業員70人以上が亡くならないで済んだかもしれないのです。タイ当局は中国企業の安全を軽視したその報いをしっかりと厳罰として与えてほしいものです。というわけで今回はミャンマーでの大地震に伴って隣国タイ・バンコクで建設中のビルが倒壊、72名以上の作業員が亡くなったかもしれないニュースについて取り上げました。皆さんはどのように思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。